皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。今日ちょっと喉が冷房でやられてしまって声がガサガサなんですけど、聞き苦しいかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、本日のエピソードはタイトルの通り、日本の恋愛事情についてです。日本の恋愛について話してほしいというコメントをなんといただいたので、お話ししていこうかなと思います。リクエストありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。皆さんもこんな話が聞きたいとかあったら、ぜひコメントで教えてください。さて、日本での恋愛事情なんですけど、個人差がありますということは最初に言っておきます。あくまで私が思う日本の恋愛事情をお話ししていきます。ということで、日本人は恋人とどうやって出会うのか。日本人のデートってどんな感じ？どんな人がモテるの？モラハラ、メンヘラについてっていうところをお話ししていこうと思います。まず出会い方なんですけど、当たり前ですけど、年齢によって違います。学生から話すとちょっと長くなっちゃうので、今回は社会人の出会いについてお話ししたいと思います。社会人は自分が社会人になって実感したことでもあるんですけど、全然出会いがないです。自然に出会うとしたら、職場か友達の友達とかになります。日本は職場恋愛が一般的ではあるんですけど、それでもやっぱりいろいろ気にしなければならないので、あんまりおすすめはしないです。友達の紹介もよくあると思います。海外みたいにパーティーとかは相当パリピ？イケイケな人じゃないとそんなにやらないですね。なので、普通に飲み会とか、あと、日本には合コンっていうものがあります。合コンは出会いを目的とした飲み会みたいなものです。例えば、私と A 君っていう男の子の友達がいたとして、それぞれシングルの友達を連れてきて一緒に飲むみたいな。最近はマッチングアプリもメジャーになってきている感じはします。以前はやりもくって言って、体の関係だけを目的としてアプリをする人しかいないっていうイメージだったんですけど、最近はそんなこともないのかなと思います。はい、出会いについてはこんな感じで、次に好きな人ができた時のアタックの仕方です。まず、連絡先を知らない場合は交換しますよね。LINE かインスタが一般的です。どっちかというとインスタの方が重くない気軽な感じがあります。連絡先を交換したら、個人的に遊びに誘って、3回ぐらい遊んで告白っていう流れが一般的かなと思います。なぜか3回目のデートで告白っていうのがセオリーみたいになってるんですけど、私は5回目でも6回目でもいいと思います。告白っていうのはまた日本独特の文化ですよね。曖昧な感じの関係で、いつの間にか付き合ってるみたいなのは、あんまりないんじゃないかなと思います。あとは付き合う前からキスしたり、
体の関係を持ったりっていうのもあんまりないです。ある人はあると思いますけど、遊びって思われる可能性が高いです。あんまり言葉にする文化のない日本ですけど、告白はちゃんとするって面白いですよね。日本ではそういう恋愛の順序をきちんと守って恋愛を進めていきたいっていう人が多いと思います。付き合ってからもロマンチックなこととかする人はあんまりいないと思います。花束を渡したりとか、愛してるよとか言ったりとか、愛してるよなんてめったに言わないと思います。やっぱり察してほしい文化があるので、言わなくても伝わるでしょみたいな。その分、愛情表現をしてくれる人は貴重なのでモテると思います。デート代はどうするのって話なんですけど、これは賛否両論、いろんな意見があります。全部割り勘、半々で払うっていう人もいれば、男の人が多めに出すとか、稼いでる方が出すとか。でも、一番最初のデート、付き合う前のは、男性に払ってほしいっていう女の人は多いんじゃないかなと思います。個人的には、初デートで割り勘だったとしても全然嫌ではないです。ただおごってくれたら、ちょっと私のこと気になってくれてるのかなと思うぐらいです。はい。どういう人がモテるのっていうと、まず、清潔感がある人かなと思います。友達になる方法のエピソードでもお話ししたんですけど、恋愛においても清潔感はやっぱり大事です。匂いとか、服が汚れてないか、髪の毛がベタベタしていないかとかで恋愛対象に入るか入らないかが決まる場合もあると思います。あとは、気配りができる人もモテると思います。自分中心じゃなくて、相手を思いやることができるかどうかっていうのはとても大事です。これは気配りとちょっと違うかもしれないんですけど、日本でよく言われるのが、店員さんへの態度が悪い人は嫌だって話です。私は会ったことないんですけど、レストランとかで店員さんに偉そうにする人とかいるらしいんですよ。敬語じゃなくてタメ口を使うとか、怒鳴るとか、嫌ですね。あとモテる人の特徴は、愛嬌がある人、いつも笑顔だったりとか、リアクションが大きかったり、コミュニケーション能力が高くて、人懐っこい人ですね。そういう人はみんな好きですよね。今挙げた特徴は別に日本に限ったことじゃないかもしれないですけど、男女問わず日本でモテる人の特徴かなと思います。あとは、恋愛の話をするときによく出てくるのが、モラハラとメンヘラです。皆さん聞いたことありますか？どちらもいい意味ではないんですけど、お友達との会話で出てくることもあるかもしれないので、知っておいて損はないかなと思います。まず、モラハラはどういう意味かっていうと、相手を見下したり、人格を否定したりして、精神的に追い詰めることを言います。モラルハラスメントの略です。日本語では、〇〇ハラスメントを〇〇ハラって略すんですよね。セクハラとか、パワハラとか、マタハラとか。逆に、略さずに会話で使うことは少ないです。モラハラはどういう感じで使われるのかというと、
元彼モラハラだったからすぐ別れたわ、みたいな感じで使います。精神的にね、追い詰められるのってすごく辛いと思うし、やられてる方は気づかないみたいな話もよく聞きますから、皆さんも気をつけてください。もちろん肉体的な攻撃も嫌ですけど。次にメンヘラです。メンヘラは精神的に不安定な人という意味です。私のイメージでは特に恋愛的に依存体質が強かったり、情緒不安定な人を指すのかなと思っています。なんか、今どこにいるの？何してるの？なんで返信くれないの？みたいな。結構笑い話で、元カノがメンヘラでさ、みたいな感じで話すことが多いんですが、よく考えると笑えるような話ではないですよね。精神的な話ですから。はい。今日のエピソードは日本の恋愛事情についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんの国との違いはあったでしょうか？日本のリアルな恋愛の感じを知りたいって方は、ネットフリックスとかでやってる恋愛リアリティショーがおすすめです。ドラマよりもリアルな恋愛が見れるのかなと思います。恋愛リアリティショーは略してレンリアって言ったりするんですけど、私はレンリア大好きで、テラスハウスとか全部見てますし、最近のおすすめはオフラインラブっていうやつです。ネットフリー契約してる人はぜひ見てみてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。